皆様こんにちは、米谷彩子です。今日も前回に引き続いてビブラートについてお話ししたいと思います。ビブラートは前回お話ししましたように、音から下がって音に戻って下がって音に戻って、こういう波の状態を作るんですけれども、ディレイ先生の教室で行われていたビブラートのエクササイズは、まず音から半音下がって、その幅でここからここの幅が半音でまた戻るという、そういうエクササイズです。これ以上幅が広くなってしまうとどちらの音か分からなくなってしまうので、半音以上にはしないでください。それを半音でできたら少しずつその幅を狭めていく練習。それからまたそれができたら、その半音の中でも遅いのからそれから速くする、そういう運動でだんだんゆっくりスピードを変えていって、このエクササイズ自体は指の関節の動きで振動がちゃんと、音の波がちゃんと芝に伝わるかというような、指を柔らかくする、そういう運動です。まずビブラートエクササイズは第3ポジション、123第3ポジションでやっていただきたいんですけれども、その第3ポジションについてちょっと復習をしましょう。バイオリンのネックを持つ基本的な持ち方というのはどこでも2点接触です。もちろんビブラートをすごくかける時とかいうのは、ここの人差し指の付け根が外れますけれども、普通は人差し指の付け根が第1ポジションから第3ポジションまではバイオリンのネックに触れます。どういう意味かというと、第1ポジション、第2ポジション、第3ポジションまでは私が勝手にマジック X、 だいたいここなんですけれども、ここにちょっとこう出っ張りがあるんですけど、ここにネックをこう休ませるみたいな、ここにちょっと置くみたいな感じになるんですね。ここじゃないんですね。ここのバンプのところですね。ちょっとこう骨のあるところですね。ここと親指のこの親指もこの表面、これでこうじゃなくて、この端ですね、指のこっち側に近いとこですね。こうブラブラブラ、こうしたここですね。第1ポジション、第2ポジション、第3ポジションはビブラートをしてない時以外は、時々ダブルストップって10音とか和音とかの時にはちょっと外れるのがありますけれども、普通の場合は第1ポジション、第2ポジション、第3ポジションが触れます。それで第4ポジションっていうのはピボット、両方でもいけるようなポジションで、第4ポジションから第1ポジションまでを主に使う場合には、これと少し似たような感じに持っててもいいんですけど、でもこっち第4から例えば第7ポジションに行かなきゃいけないとかいう場合などは、そうなってくるとここのところを開けます。その代わり2点接触として、ここの親指のちょっとここではありませんけれど、ここの端っこではないですけど、ちょっとこっちの方に来ますけど、それとここですね。ちょっとこれ平面なんで2点っていうのかどうかわからないんですけど、で第1ポジションから第3ポジションはマジック X とここのとこ、第1、第2、第3、第4からはこことここが外れますから、この指とこのままずっと上がっていきますね。その時に親指が曲がらないようにすることに気をつけなくちゃいけないんです。どうしても親指を曲げてしまいますと、ディレイ先生が昔おっしゃったように、私たちの祖先はお猿さんだったから全てのものを握りしめてしまう癖があるから、
イマージェンシーというかこう緊急の時に曲げてしまうとどうしても力が入ります。だからこう親指はこうピンとまっすぐじゃないんですけど、こうナチュラリーにこうまっすぐ、これが重要です。もちろんビブラートをかける時はこういう動きをしますから、ここをつけておくと動きにくいので、普通の場合はこれが外れてきます。ビブラートが速くなってくれば。でも最初の基本の持ち方としては、第1ポジション、第2ポジション、第3ポジションは2点接触でマジック X にこのネックを置くみたいな感じを最初にやった方がいいです。時々わざわざ外してってお子様たちに教えている先生もたまにいらっしゃいますけど、そういう場合はいつまでたってもこういう風な状態、ちょっと見えませんね。こういう風な状態でどうしてもこのパターンバイオリンを弾くっていうことはパターンで弾いてるんで、こういちいち音を探して弾いてるんではなくて、このモノレールのじゃあ1のステーション、2のステーション、3のステーション、4のステーションみたいな感じでこういきますから、こういちいち指が覚えてるわけじゃなくて、このデザインっていうかこうパターンで覚えてるんですね。でそれがこのネックのところにこのマジック X がついてなくて、第1ポジションから第3ポジションまで覚えてしまうと、どうしても音程が不安定になる傾向があります。というわけで第3ポジションから始めます。もちろんこのエクササイズというのはどのポジションでもやっていただいていいんですけど、第3ポジションが一番簡単にできるので、もしそれができたらまた今度は第1ポジションに移るとかいうことがあります。何回かリピートしてるようですけれども、2点接触で第3ポジションの時は普通はマジック X とここの親指でここの手のひらの下っていうのはつきません。ただこのビブラートエクササイズの時は第3ポジションで始めるんですけれども、ここの手のひらの下をつけておいてください。ちょっとこういう感じになりますけれども、つけておいてください。では実際に第3ポジションで、そうですね、3の指が一番簡単なので3の指からやってみましょう。例えば4回。そしたら少し速くしましょう。もう一度少し速くします。もっと速くします。なんだ、まだ2つの音が鳴ってる、ターって聞こえてるだけじゃないかと思われると思いますけれども、これを速くしていきますと、そのビブラートになる時が来ます。その時はここを外してください。外します。このポジションがすごく高い時は、ここにあった場合にはビブラートができませんから、こうバレエダンサーがこう足でこう少しこう立ってバランスをとってるかのようで、そうするとこっちのエルボーを上げてきて、これで立ちますとビブラートがかかります。これのこの手首を動かさないでこの後ろに持っていく、こういう運動なんですけれども、普通
お猿さんじゃないですけど、人間っていうのはこっちに掴むことは慣れてますけど、こういう運動っていうのはほとんどやらないと思います。それなんでデレイ先生なんかはバスに乗って乗ってる時で何にもやることがない時にこういう運動を早くする。そうするとここの後ろの方が使えてくるから、こういう運動をバスなんかに乗っててもパッ早く早くで、こういう感じの運動を先生は進めてらっしゃいました。どうしても半音を下げるというと、どうしても横に動くようなイメージがあるんですけど、そうじゃないんです。指が来る方向、指っていうのはこういう方向で来てますよね。この方向にこの音があるところからひっくり返るような感じで、そのためにはもちろん音のところを動かしちゃダメです。こういうのがビブラートじゃありませんから、同じとこを押さえてるんですけれども、それをロールっていうかちょっと違う面、ここちょっと指を潰してるように見えないこともないんですね。ここがついてますでしょ。ここの甲の下じゃないわって、手のひらの下のところをつけておいて後ろに倒す時に少し倒れてるみたいな感じに見えます。ただ押さえてるところは一緒です。ただ面が変わってまた元に戻ってくるんです。それを上から見た場合でもですけど、指が来る方向なんで弦に平行にやってもらっては指が痛くなってしまいますから、どちらかというと斜め線みたいな感じですね。指が来る方向に下げてほしいんですね。ただ時々ダブルジョイントでここが両方行く人で、私も少しダブルジョイントですけど、これとはまた全然違うものです。例えばこれじゃないです。これはただ単にダブルジョイントでここの関節をピコピコさせてるだけなんですけど、こうなんじゃないんです。これは全然ここが全然そうじゃなくて、これをこのままちょっとだからここの関節が潰れてるように見えなくもないですけど、後ろに引っ張ってるんですね。これを音が聞こえてくるのがだからって言って横に動かしてしまう人がいるんですけど、それだと手が痛くなってしまいますから、その指の来た方向に戻っていくの。で各指を3の指が終わったらやるんですけど、4の指、小指っていうのは初めの場合はこれだけでやるのは難しいですから、3の指が練習したように後ろに行ってるのにこれにただついておいて、で運動はこれにやってもらって、これはそれに従ってるような感じ。ですごく強くなってくれば小指だけでもできると思います。それから1の指、幅が狭いですからちょっと難しいかもしれないです。
すべての指、すべての弦で時はここを外してください。その方がバイブレートしやすいですから。ただここの形がもうできてるので、こういう力が入ったとか、こういうことにはならないんです。このままやってきた状態でこの4の指はこれを使い棒にっていうか、こっちに仕事をしてもらって、でいろんな速さ、いろんな幅でできるようになったら、このファーストポジションというのはここがありませんから、どうしても変にこの辺が動いてしまう人がいるんですけど、同じ動きです。ただ初めから第一ポジションでやるのはちょっと難しいと思います。よく指のビブラート、手首のビブラート、腕のビブラートと分けてビブラートを説明してある教則本が多いですけれども、これは3つ分かれて独立したものではないと思います。運動の始まりが腕ならば腕のビブラート、手首なら手首、指なら指ということなんですけれども、指だけっていうのはもちろん幅が狭いですから小さなビブラートしかできませんし、幅の広いビブラートで手首でやるよりもっとワウワウワウっていう感じの音が欲しい時は腕を使えばいいので、3つ分かれてあるものではないと思います。その重要なのは、せっかく腕をこんだけ動かしてるのに全く聞いた時にビブラートがかかってない、ここが全部緊張してしまって、そういう人も結構いますけれども、その腕のビブラートを楽器が揺れるほどかけてるのに、ここが全くビシッとロックしてしまってるので、全く振動が伝わってないっていうことが多いので、そういうよりも腕のビブラートでも手首のビブラートでもその始まりは一緒なんですけど、その振動をいかに指にっていうか指板に伝えるか、それが大切なんです。そのために今やったエクササイズはあります。これは腕のビブラートとか手首のビブラートをかけるんだとか指のビブラートをかけるんだって考えるよりは、違う組み合わせについて考えた方がいいと思います。この時には広いビブラートが欲しい。広くて速いビブラートとなると、かなり速く動かさなければいけませんから、指だけっていうよりももうちょっとこっち側の助けが必要になってくるかもしれないし、細かなビブラートで細い場合、指で随分十分だと思います。そういうふうに自分が思った時に、これぐらいの速さでこれぐらいの幅でっていうのが自由にできるように、自分が頭が命令した時にここがロックした状態じゃなくて、この手首も柔らかく、この前やった TikTok のキャンディーじゃないですけど、ここも柔らかく、ここもそれが伝わるようにっていう、その運動、最終的にはここが一番大切ですから、例えばもう楽器が揺れる方でやってるのに、音で聞いたらもうほとんどビブラートはかかってないです。ここを開けましたから、音がワン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 と
かかると思います。今日はそのベーシックのディレイ先生のところで使われていたビブラートエクササイズについてお話ししました。次回はそれを例えば3ヶ月とか半年とか1年とかやって、ここが自由に使えるようになりましたら、もうちょっとそれに表情豊かにするビブラートということを次回にお話ししたいと思います。ではまた次回にお目にかかりましょう。